今回はケトルチップスの作り方をお送りしたいと思います。ではまず最初に、ケトルチップスってそもそも何？はい、ケトルチップスとは伝統的釜揚げ製法で作られたポテトチップスのことを言います。伝統的釜揚げ製法とは、低い温度でやや厚めにスライスしたポテトをですね、揚げていきます。で、じっくり時間をかけて揚げていくことでバリッとした食感が生まれるんですね。伝統的釜揚げ製法なんですけれども、一番最初にポテトチップスが誕生した、1800年代のこと、その時に作られていた製法、これが、この釜揚げ製法なんですね。で、その後、生産性を高めるために、やり方が、変わってきて、現代のポテトチップスに、なっていくわけなんですけれどもね。それではですね、ケトルポテトチップスの、代表的な、ブランドですね、ご紹介します。例えばこれですね。はい。これは一番有名です。これはですね、アメリカ産です。メイドイン USA ですね。はい。で、次はこちらです。これもメイドイン USA ですね。どちらもアメリカから輸入してます。そしてこちら、これはですね、アラブ首長国連邦の原産ですね。ということで、高級スーパー、そういうところで扱ってますよね。そしてですね、一つ忘れてはいけない、こちらです。はい。見たことありますよね。コンビニでこれは普通に売ってますよね。カルビーの堅揚げポテト。で、こちらですけれどもね、どこにもケトルチップスなんていう言葉は出ていませんけれども、これはもう本当に正真正銘のケトルチップスです。カルビーのですね、ホームページの中に書いてあったんですけれどもね、伝統的釜揚げ製法で作っているというふうに、表記されていました。ということはもう間違いなく、これはケトルチップスです。ということでですね、今代表的なブランドをご紹介したところなんですけれどもね、この代表的な、4つのですね、商品全部食べて、でこれに負けないような、ケトルチップスを作ろうということで試作を重ねた上でですね、今日はそのやり方をですね、皆様にご紹介していきたいと思います。それではこれからじゃがいもをスライスしていきます。スライスする前にですね、今回使うじゃがいもなんですけれども、すごくちっちゃいじゃがいもを使っています。なぜこんなにちっちゃいじゃがいもを選んだかと言いますと、今回僕が試食した、4種類のケトルポテトチップス、全てちっちゃかったです。ですので、それに合わせてちっちゃめのじゃがいもを買ってきました。そしてあともう一つ、今回ですね試食した、4種類の、ケトルポテトチップスに共通していたこととして、皮付きのままスライスしていたんですね。ですので今回も皮付きのままスライスをさせていただきます。切る方向なんですけどもね、この方向だと大きめになりますので、この方向でちっちゃくスライスしていきたいと思いますね。はい。そしてですね、スライスするにあたりまして、やや厚めにスライスしてください。実際僕が食べたケトルポテトチップスなんですけれども、やや厚めでした。でもややなんですよね。すごく厚いというわけでもないので、今回使用する、このスライサーなんですけれども、ここにですね、厚さをですね変えられるような、つまみがついてます。でこれで、厚さを薄、中、厚と変えられるんですね。今回は中のところに合わせてですね、それでやっていきます。普通多分お家で使っているスライサー、これついてないと思うんですね。厚さ変更、厚さの調整は。ですから一番普通の薄いサイズでスライスすることになると思います。それでもできないことはないです。ただバリッとした食感、これをですね出すには
やはりですね、ちょっと厚めでやるのがいいですよね。包丁で薄く切るというのもあるんですけれどもね、これ結構難しいですよね。でさらに厚さがですね均一にならないので、揚げるところがですねまた難しくなってしまうというか、これちょっと難しいです。ですので、この可変の厚さのできるスライサーを、そんな高くないのでお求めいただくのがいいかなと思いますね。はい、じゃあ切っていきます。はい、では切れましたので今度は洗います。何度か水を変えながら、水が透明になるまで洗っていきます。ではスライスした、じゃがいも洗ったものをですね、このように布巾かキッチンペーパーの上に並べていきます。はい、並べましたらこの上にもう一枚布巾もしくはキッチンペーパーを重ねて、上からこのように押すようにして水分をしっかりと拭き取ってください。ポテトチップスというのはこのスライスしたじゃがいもの中に含まれている水分を飛ばすことによってパリッとした食感を生み出すものなんです。ですのでまずこの水分をしっかりと拭き取る、のが大事ですね。揚げてですね水分を飛ばすんですけれども、飛ばすの大変だったりします。ですので揚げる前にある程度水分を飛ばしてあげる、それがこれからやるですね作業なんですけれどもね、このようにですねざるに今度は移してあげてですね、はい、なるべく重ならないように、このようにこれから何をするかと言いますと、これをですねお家の中で一番乾燥しているところに持ってきます。それはどこかというと冷蔵庫なんですね。はい、じゃあこのままむき出しのまま冷蔵庫に入れます。はい、今冷蔵庫に入れました。このまま1時間冷蔵庫で乾燥させます。はい、それではこれから揚げていきます。油の温度は140度。今冷蔵庫に約1時間、こちらのスライスしたじゃがいもを入れておきました。冷蔵庫の中というのは非常に乾燥してますからね、その意味で、乾燥させるために入れたんですけれどもね、で出してすぐに揚げます。出してしばらく置いてしまいますと水滴がじゃがいもについちゃうんですね。ですので、出したらすぐに揚げる、これが大事です。はい、はい、今入れましたね。入れたらですね、くっつかないようにちょっと混ぜてあげてください。なんか美味しそうなポテチができそうな、そんな予感がします。今じゃがいもから盛んに泡が出てますよね。でこの泡が出ているというのは中の水分が外に出ている証拠なんですね。天ぷらなんかは温度が低いとペチャッとしちゃうなんてありますね。でもポテチの場合は違うんですね。温度が、低くても大丈夫なんです。天ぷらとはちょっと違うので、伝統的釜揚げ製法の場合は、低い温度で、揚げるというのが特徴ですね。この場合ですね、今回140度で揚げてますけれども、今回はじゃがいも1個分、ちっちゃいじゃがいも1個分が今入っているところですね。あまり重なってもいけないし、かといって、本当はもうちょっと余裕を持った方が、揚げるのにはいいのかもしれないんですけども、そうすると時間かかっちゃうので、このぐらいで十分ですね。そろそろですね、揚げ始めてから5分経過します。ですのでこの辺りで、適当でいいんですけれどもね、適当なところでこのようにひっくり返してあげます。さっきですねすごく盛んに泡が出ていたのがだんだん泡の出方が少なくなってきました。
ですので中に含まれている水分がだいぶ少なくなっているんだと思います。でもまだ出てるということはまだ水分出てますね。ですからまだダメです。このこのですね泡がほとんど出なくなったら引き上げます。ですので、そのポイントまでですね、しばらくこのように優しく見守ってあげるようにしましょうね。はい、揚げ始めてから、もう13分経過してますね。見ていただくと分かるように、ほとんど出なくなってきました。まだ出てるところあります。で、中の、ほとんど出ていない、ポテチをですねから揚げていきます。で揚げるときはですね、ちょっとだけ下をつけてあげるんですよ。そうすると油が引いていきますので、それで最後引き上げて油を切って、このようにキッチンペーパーの、引いたボウルに引き上げていきます。この揚がり方がですねポテトチップスによってちょっとばらつきがあるので、一つずつ揚げていってあげると。でそのようにゆっくり揚げているうちに他のポテチもですね、ちゃんと揚がってきたりしますのでね、これもいいな。もうだいぶ色づいてきたんですけどね、まだなんかプクプク出てるので、こういう時はもうちょっと待ちましょう。もう本当にもうこれはもう大丈夫だなってことをちゃんと見極めた上で出すというのが大事ですね。こんな感じでですね、今引き上げました。でここにですね今度塩をですね、振ってあげて、塩はですねなるべく、少なめ、ちょっと少なめがいいです。このようにですね混ぜてあげます。ケトルポテトチップスできました。こんな感じです。では食べてみます。美味しいです。このバリバリという何とも言えない歯ごたえが出てますよね。じゃがいもの味がしっかりします。ということで今日は最後まで見てくださりましてありがとうございました。またですね、今回作ったようなこのケトルチップスのような、最高に美味しい、レシピを、皆さんに、ご紹介していきたいなと思いますので、また見に来てやってください。じゃあまた。